今日はですね、すごく好きな映画シリーズはいっていうことで、ルパン三世カリオストロの城、はい見たことあります？はい思いがけない即答でちょっとびっくりことありますルパン三世カリオストロの城は宮崎駿監督の、宮崎駿初映画監督作品がルパン三世カリオストロの城。いわゆる何でしょう、もともと人はテレビシリーズでずっとやってきテレビの人ですから、でテレビで高畑勲監督と一緒にアルプスの少女ハイジとか母を訪ねて三千里とか赤毛のアンとかいろいろやってきてる人なんですよね。で劇場映画でいうと高畑勲監督のなんだっけな、太陽の王子ホルスの大冒険だったかな、っていうもう今でこそ伝説になってるアニメーターの人がものすごい参加して、大長編映画になってて、実は宮崎駿監督は実はそのホルスの大冒険のリメイクをずっと作り続けてるっていうふうに鈴木敏夫プロデューサーとか庵野秀明監督が言ってるくらい、いわゆる原点になってる、映画があって、で、そこでそういったのを経てアニメをずっとテレビアニメを作ってきた人で、でその人が映画監督として初めての劇場映画を担当したのがルパン三世カリオストロの城で、これなんかいろいろ経緯があったみたいで、ルパン三世のテレビシリーズのその成り立ちからしてちょっと特殊なんですよね、あれね。もともと大人向けのアニメーションとして企画されたのがルパン三世なんですよね。でスタートはで、その時に実は高畑勲監督も宮崎駿監督もまた絡んでないんですよ、実はスタート当時は。で実際テレビがスタートしました。で最低どんなに人気なくても最低これくらいの視聴率はあるっていうのがテレビアニメの基準みたいな数字があったんですって。どんなしょうもないアニメでも、もう当時子供が多い時代ですから、どんなにしょうもないアニメでも最低これくらいの数字は超えると。例えば視聴率 5% は取れるよとか 10%、当時はなんか 10% が 15% くらいは絶対取れるって、テレビアニメの時点で、っていうふうに言われてたんですって、かつては。それが 5,6% しか取れてなかったんですって。でその当時のプロデューサーがものすごいキレて、局の人がどないなっとんじゃと、どうなってんだこれはっつって、でそれでもう完全にもう大人向けっていうので宣伝してましたから。で実は今見たら別に普通なんですけど、ちょっとねプロモーションの仕方があんまり良くなかったみたいででそれで本当に打ち切り、もういきなり打ち切りかみたいなくらいで勢いがあったんですけど、そこで呼び出されたのが代わりに担当したのが高畑勲監督と宮崎駿監督、でそこからテこ入れが入って、だ後半は娯楽作品としての完成度がぐっと上がってるんですよね。でいわゆる子供が見ても大丈夫というか楽しいアニメーションになってるんですよね。っていう風な流れがあって、劇場映画をやりましょうと、いうことになって、で作られたのがルパン三世カリオストロの城で、これの経緯自体もね今ものすごい走りましたけど、いずれにしても宮崎駿監督が担当して実は4ヶ月で作られた映画なんで、これものすごい突貫工事で作られたんですけど、ものすごい完成度なんですよね。個人的には、あくまで個人的にはですよ、ルパン三世の映画の最高傑作だと思ってるんです。実際原作者のモンキーパンチ先生もう亡くなりましたけど、ルパン三世のファンになりましたっていう人の 95% がカリオストロの城からなんですって。ルパンのファンになったんですこの映画を見てっていう人の 95% が、これは多分本人のざっくりした感じだと思いますけど、カリオストロの城を見てルパンのファンになりましたっていうファンの人がやっぱすごい多いと。で原作者のモンキーパンチ先生も言ってるくらいですね。で本人もこの映画好きなんですよね。にもかかわらず当時モンキーパンチが激白みたいな感じで、ルパン三世カリオストロの城は僕のルパンじゃないって言ったっていうので、実際言ったんですよこれは、実際言ったんですけど、これは僕のルパンじゃないで、宮崎監督の優しさが出てて優しいルパンになってる、これは僕には描けないっていうようなニュアンスなんですよ。だから別に悪い意味じゃないんですよね。にもかかわらずこれは僕のルパンじゃないだけが切り取られて、あたかも原作者が憤ってるみたいな
原作者は認めてないみたいな、なんかそんな感じの扱いになってるんですよね。聞こえますねっていう、それがあって、ただ、いろんな事情もあったんでしょうけど、実はルパン三世カリオストロの城はこの前作の劇場、ルパンの劇場映画の「ルパン対複製人間」かな、っていう映画があって、でこれよりも興行収入が低いんですよ。つまり映画としてはこう第1弾第2弾みたいな感じで来たのに、第2弾が数字落っこっちゃったんです。売れなかったんです。こっちの方が売れてないんですね。売れてないです。面白いのにで今もうぶっちゃけ多分世間的な評価でもカリオストロの城が一番人気高いんだと思うんですよね。映画として面白いと思うんですよ。実際面白いと思うんですよ私も見たもうすごい好きな映画ですから、やっぱりにもかかわらず数字たちは落ちてる。なんでか、これはねキャラクターデザインなんですね、おそらく実際今でこそ宮崎駿監督のいわゆる、ジブリ絵っていうんですかね、宮崎監督の映画に共通する絵柄ってあるんですよね。でこれってもう金曜ロードショーをはじめジブリ映画が一般的に何回もみんなで見るようになって、でジブリ映画が面白い映画っていう立ち位置からみんなで見るものっていう風に切り替わってるんですよ。かつてはそうじゃなかったんです。面白い映画があるっていうので実際ビデオを借りに行くとかで、当時昭和の時代ってのはレンタルビデオとかもそんなにまだ普及しきってない時ですから、見るきっかけってすごい少なかったんですよね。だからルパン三世もそうですし面白い映画っていうのは各地で上映会みたいな、なんかそういうふうなことをする文化があったんですよ。でそういうふうなのを繰り返しながらカリオストロの城もどんどん評価が上がっていったっていう経緯があるんですけど、で魔女の宅急便かな、魔女の宅急便の時に映画は売らないとダメだっていうふうにジブリ側で意識改革がされて、で金曜ロードショーでもうジブリ映画をどんどんもうただで見せるっていう流れが実は生まれて、でそこからみんなでジブリ映画を普通に地上波で見るようになって、で当たり前のように見て、でもう魔女の宅急便っていうのはみんなで見るものに切り替わって、だから実際魔女の宅急便はその年の映画の興行収入1位だったんですよね。でそこからですよね、ジブリの映画っていうのはみんなで見るものになって、でそういう風な時代の流れの中で宮崎監督の絵っていうのは一般化されたんですよ。でも当時は一般化されてないんです。ぶっちゃけちょっと癖のある絵なんですあれ。しかも、赤毛のアンだとか、母を訪ね3000里とかこうなんでしょう、平和なアニメなんですよねみんなね優しいアニメなんですよみんな。で未来少年コナンも活劇ものとして娯楽として人気の作品ですけど、優しい映画なわけですよ。それは宮崎監督のスタンスとして子供たちに見せるもんだから、そういった優しいものをちゃんと見せるっていうので作ってきてるもんですから、だからそこにルパン三世が絡んできちゃったんで、でルパン三世はかっこいいっていうのが売りなんですよ。ダンディズムで売ってるアニメですから。っていうところでいくと、で実際描かれてるルパン三世カリオストロの城で描かれてるルパンっていうのはかっこいいんですよ。実際かっこいいんですけど、見た目が優しい宮崎アニメの絵なので、パッと見の印象がかっこよさがないみたいな風に多分ね見られちゃったんじゃないかなって、そういう風になんか一方的に判断されちゃったんじゃないかっていう気はするんですよね。だって見たら面白いもん。でね、見て面白いはずなのに売れないっていうやっぱ変ですよね。おそらくパッと見のなんかそれでこういわゆるファンが見たいかっこいいルパンじゃないっていう風に一方的に思われちゃったんじゃないかっていうのが実はあるんじゃないかなっていうのがありまして、ルパンの3枚目っていうのはこれはモンキーパンチ先生の作風なんですか？3枚目？ちょっと面白い藤子ちゃんって藤子ちゃんみたいなそういうあれですか、そのノリですよね。その辺のノリはなくはないんですけど、それはもともと原作のルパンっていうのはこの目的のためには手段選ばずに人を平気で殺しちゃうようなこともやるようなキャラクターなんですよね。でそこで藤子とかそういったものが絡んでの場面転換切り替えのその要所要所でちょっとコメディっぽいのが入るんですよね。そういったのはあるんですけど、ベースになんかそれが常にあるみたいな感じのキャラクターではないんですよね、原作のルパンっていうのは。でそれが確立されたのがそのテレビシリーズで、そのテレビシリーズのこのなんか怪盗ルパン
の活躍とその3枚目ルパンと銭形とかの絡みも含めて、そういう風なキャラクターの配置とかバランスとかをバランス調整をしたのが宮崎監督なんです。だからテレビのルパンシリーズのベースを作ったのは宮崎監督なんですよね。あ、そうなんですね。はい、でそれがあったんで、劇場版のルパンっていう風な流れにももちろんなるんですけど、その実際作成をするときにそのルパン三世の声を、当時やってた、山田康夫という、この方も亡くなって今はねルパン三世といえば栗田寛一さんですけど、当時は山田康夫さんが声を当てられてて、でそのカリオストロ城を撮る際にその宮崎監督が山田康夫さんにもともと山田康夫の洋画のクリント・イーストウッドの声をずっと長年担当されてた方で、ダンディーな演技をさせたらかっこいい人なんですよ。でルパンのそのおちゃらけた風情ちゃーみたいなやつを与えるそれを前面で出すんじゃなくてクリント・イーストウッドみたいなこう渋い演技でやってほしいと、実際そのカリオストロルパンっていうのは、おじさんっていう設定なんですあれ、でもテレビシリーズとか現役の頃よりもちょっと年食ったある程度分別があるおじさんっていう枯れたおじさんっていうポジションなんですルパンで実は、そういうコンセプトで作られてるんですけど、でそれでそういう注文を出したんですよね、渋いルパンってやってくれと、そしたら山田康夫さんがいや俺が今までずっとこう積み上げてきたルパンがあるんだからいつも通りでいいんだろうと、今更ねごちゃごちゃ言われたくねえよっつってもう反発したらしいんですよ。でそれで反発したんですけど、その試写会でこういった映像ですって見せたらもう手のひらガーッ切り替えて、いやもうさっきは生意気言ってすいませんでしたと、こんだけすごいアニメ映画であればもうぜひ使ってくださいと私を、で何百回でも撮り直しやりますんでと、もう何でも言ってくださいっていうふうに言ったっていうくらいは、それだけで映像に力があったんですよね。すごいアクション映画として面白かったんですよね。それでなのでカリオストロ城のルパンっていうのはかっこいいんですよ。おちゃらけてる3枚目の部分もちゃんとあるんですけど、で映画でそれで含めて面白いのが銭形警部、テレビシリーズだとルパンのライバルっていうかやられ役なんですよね。なら適度にポンコツなんですよテレビシリーズの銭形って。でも劇場版とか原作の銭形ってめっちゃ強いんですよ。特に原作の銭形はルパンにとって本当の意味での最強の敵なので、結構ガチの対決をしてるんですね銭形とは。で実際もね天才っていう位置づけなんですよ原作の銭形警部ってテレビシリーズからすると信じられないくらいなんですけど、でもカリオストロの城の銭形警部っていうのはそういうテレビシリーズの流れから陽気で愉快なおじさんみたいな側面もちゃんとあるんですけど、でも実はね映画ちゃんと見てると銭形警部ミス1個もしてないんです。銭形警部の味方であるはずのポジションの連中に邪魔されてるんですよね。実際ルパンが侵入する経路も一瞬で見破ってるんですよ。でそれを事前にこう見に行ったりとかしてるんですよ。そこに連絡が入ってその場を離れなきゃいけないっていうんでルパンが潜入に成功するみたいな、銭形で見破られてるんですよルパンの動きってっていうのがちゃんとね描かれてるんですよね。そういうふうなのもありながらあって、でさっきのキャラクターデザインの話ちょっと戻りますけど、一番の問題は藤子ちゃんなんです。峰不二子、宮崎これはぶっちゃけ宮崎監督のデザインする峰不二子はエロくないんですよさっぱりエロくないんですよ。だから分かりますでしょじゃあテレビシリーズのオープニングとかでね出てきてる藤子ちゃんって基本的にエロいんですよ。でその女の色感も武器みたいな、そういうキャラクターなんですけど、でもその宮崎監督の描いてるその峰不二子っていうのはいろんな含みもあるし、その頭もいいし、一応美人っていうね宮崎駿のアニメの世界観の中では美人の位置づけなんですけどでももうパッと見の時点でも基本的にエロくないんですよ全然。っていうのがおそらくこれは個人的な意見ですけど、カリオストロ城の興行収入が前作より下回った最大の原因は藤子がエロくないから